反り腰そのままにしていませんか？せっかくのトレーニング、効果が半減します。皆さんこんにちは。ダイエット専門トレーニングゆきこです。つい気がついたら腰を反ってしまう。姿勢をよく見せたくて背筋を伸ばしているけど腰が痛くなりやすい。太ももの前が張りやすい。そういった方は骨盤が前傾している可能性があります。そのままだとお腹の筋肉が普段から使えずに下腹がなかなか引っ込みません。骨盤が歪んでいると肩こりや腰痛、冷え性や便秘、むくみや横脚、X 脚、ひどい生理痛、代謝が落ちて太りやすくなるなどの症状につながります。そこで今回はそういった方におすすめの骨盤矯正ストレッチをご紹介します。今回は骨盤が前傾している人のためのストレッチです。骨盤の歪みチェックをしてみて後傾タイプだった方は後日別の動画をご案内しますのでそちらをお試しください。骨盤矯正のストレッチは自分の歪みタイプに合ったものが効果を上げやすいです。自分がどのタイプなのかを確認しタイプに合ったものをお試しください。それでは今回もスマホを横に置いて早速一緒に行っていきましょう。それでは骨盤の歪みチェックからしていきます。今回はこちらに棒があるので棒を使いますが、皆さんは自宅の壁を使ってチェックをしてください。まず壁の前に立って足踏みを20回ほどします。自然に力を抜いて立ち直します。壁にかかとと頭をつけてチェックします。この時に自分の拳5分ぐらい隙間が空いた方、こんな感じになります。その方は反り腰の可能性が高いです。逆に手のひら1枚分ぐらいしかなかった方、この方は骨盤が後傾している可能性が高いです。指を第一関節曲げた分ぐらいの隙間の方、この方は骨盤が前傾でもなく後傾でもなくニュートラルです。今回のストレッチは骨盤が前傾してしまっていて拳1個分ぐらい空いた方用です。その方はこの後一緒にストレッチをすることで軽減しますので一緒に行っていきましょう。手のひら1枚分ぐらいだった方は後日別の動画でストレッチをご案内しますのでそちらをお試しください。それでは骨盤矯正のストレッチを始めます。ではまずは膝立ちになります。手の指で自分の腰の脂肪をつかみます。上下左右いろんな方向に揺らせて筋膜を緩めます。骨盤がこのように前傾している人は腰の筋肉は特に緊張しやすいです。筋膜を緩めることで骨盤の歪みが取れやすくなりますのでまずはこちらから緩めていきましょう。それでは始めていきます。30秒間緩めます。呼吸は自然に行いながら全体的につまんで緩めていきます。私はこの服があるからできないんですが皆さんは直接肌を掴んで緩めてください。特に硬いなと思う場所を見つけていただいて緩めるのがコツです。それでは足を前に投げ出します。両足を曲げます。腰幅の2倍ぐらいに足は置きます。左右にこのパタンパタンと倒しながら股関節を緩めていきます。呼吸は自然に行います。特に普段内股になりやすい人は外に向くときに意識を向けて、ガニ股になりやすい人は内向きに意識を向けながら動いてください。人の体はこのように一定のリズムで揺らすとリラックスできるようになっています。この後の骨盤の歪みを取るストレッチが効きやすくなりますので気持ちよく緩めてください。それでは肩の真下に手を置いて腰の真下に膝を置きます。キャット&カーブしていきます。手の指は広げて足の力も抜いておきます。一息吸って吐く息で腰から順番に体丸めます。背中で丸く山を作るイメージ。吸う息で尾骨から順番に体反らせていきます。胸を前に、目線前。吐く息、腰から順番に体丸めます。綺麗な山を作るイメージ。吸う息で腰から順番にまた体反らせていきます。首の力を抜いて吐く息、腰から順番に体丸めます。背中全体をストレッチ。それでは今度は太ももの前を緩めていきましょう。手枕にします。下の足は曲げます。上の足を曲げて足の甲をつかみます。一息吸って吐く息、かかとをお尻と近づけます。気持ちよく前もも伸ばしていきます。呼吸は自然に行います。
反り腰の方は特に前もも張りやすいです。ゆっくりと緩めておきます。硬い方は一呼吸ごとに緩めるイメージで行ってください。それでは逆側も行っていきます。で、枕にしていただいて、下の足を曲げて上の足の甲を持ちます。呼吸を深く一息吸って吐いて、ももの前ストレッチ。徐々に体の緊張もとっています。それでは一度緩めて体を起こします。座ります。足の裏同士を合わせます。足でひし形を作ります。ここでできる方はふくらはぎの下に手を入れ込みます。お尻を後ろに引きます。難しい方は手を置いていただいても大丈夫です。このまま手と足を少し押し合いするような形をしながら背中をストレッチします。呼吸は繰り返します。少しお尻を後ろに引いたまま背中を気持ちよくストレッチ。背面全体が伸びます。首の力も抜きます。それでは腰から順番にロールアップしていきます。そのまま仰向けになります。手は体側に置きます。お尻の力を使って体を持ち上げていきます。一息吸って吐く息でお尻をぎゅーっと真ん中に集めて、肩甲骨から膝まではまっすぐのイメージ。このままキープしていきましょう。足の付け根をしっかりと伸ばすイメージで行います。呼吸は自然に繰り返します。腰は反らないように。ではゆっくりと下ろします。今度は足を腰幅、かかとをつけてつま先を少しだけ持ち上げておきます。手は体側に置いたまま一息吸って吐く息でお尻もう一度使って持ち上げます。膝を遠くに伸ばすようなイメージ。吸いながらゆっくりと下ろします。つくかつかないかまで下ろしたら、そこからまた持ち上げます。吸ってゆっくりと下ろす。吐く息、お尻また持ち上げる。ももの前をしっかりと伸ばしていきます。ゆっくりとした動きで行うことで筋肉をよく意識ができます。それでは下ろします。最後はお腹をぎゅっと縮めて反り腰を改善していきましょう。両足を曲げて膝を抱えます。一息吸って吐く息、上半身を起こします。膝と頭を近づけます。お腹をぎゅっと縮めて腰丸く、このままキープします。呼吸は自然に行います。首がどうしてもしんどい方は頭を下ろしてこのように膝を体に近づけます。それでは体をゆっくりとリリースします。そのままパタンと横に倒れて手で床を押してかかとの上にお尻を乗せます。一息吸って吐く息でゆっくりと体を起こしていきます。お疲れ様でした。今回の骨盤矯正ストレッチ、定期的にチェックをしつつ歪みがひどくなる前にやるのがおすすめです。骨盤は一度歪みを矯正してもどうしても日常生活の時間が長いため、利き腕や利き足がある以上はまた歪みやすいです。ストレッチをするタイミングですが、筋トレをする人はトレーニングの前に行ってください。筋トレの前に行うことで正しい姿勢での筋肉が身につき、普段から綺麗な姿勢と
歪みにくい骨盤作りに役立ちます。朝行う場合は朝起きて動きやすくなった後にすると一日中腰が反りづらくなり綺麗な姿勢作りに役立ちます。朝起きてすぐは体が硬いので動かしやすくなった後に行ってください。夜行う時は寝る前は交感神経を刺激して眠りが浅くなる可能性があります。運動はストレッチだとしても寝る2時間前までがおすすめです。試してみた方、疑問がある方はお気軽に感想やコメントなどいただけるととっても嬉しいです。今回の動画が役に立ったよっていう方はグッドボタンお願いします。グッドボタンの数は今後皆さんにもっと役立つ動画を作るために参考にさせていただいてます。結果の報告はこちらの動画のコメント欄や Twitter やインスタも行っておりますので、よかったら概要欄からフォローの方お願いします。結果報告も楽しみにしています。今回も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。